この色合いとっても素敵だと思います。45S すごく印象的なホイールが入っています。やっぱり見た目だけでテンションが上がる。で、問題があるとすると一つ。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日ご紹介するのはこちら、メルセデス AMG の A45S フォーマティックプラスファイナルエディションです。もう寂しい名前ですけれども、ファイナルエディションということで、この後期型の A45 からいよいよこのファイナルエディションが出てしまいました。なんですけれども、やはりね、ファイナルエディションという名前がつく通り、かなり気合いの入ったエクステリアもありますので、ご紹介していきたいと思います。今日は内外装と使い勝手、この次の回に試乗をお届けしていきたいと思いますので、皆さんぜひですね、ご期待いただきまして、両方ご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。自分で施工でこの効果、シラザン50。さて、それではフロントフェイスです。こちらですね、やはりA45S ということでですね、AMG ですのでパラメリカーなグリルが入っております。そもそもですね、A クラス、今の代の後期モデルに入っておりまして、それに従ってですね、装備も上がってるんですけれども、やはりこちら、なんとですね、A クラスなのに1000万超えている。ね、今回はですね、この特別塗装色、後で言いますけれども、こちらが入っているので、乗り出し1200万超え。ということでですね、ワオって感じなんですけれども、それにふさわしいですね、風格は手に入れてるのかなっていう感じもします。さらにもう一つ AMG といえばのこのエアロパーツです。このエアロがですね、すごく大開口になってるんですよね。横まで全てですね、開口になっていて、エアロダイナミクスを考えられているっていうところが AMG らしいところですね。もうめちゃくちゃかっこいいんですよね。そもそもその A クラスのスタイリングが私大好きなんですけれども、このスタイリングに AMG が入ると、さらにですね、こんなにワイドで、しかもローになって、すごくレーシングな雰囲気になるんだなっていうのを実感します。今回ファイナルエディションということで装飾がすごく細かいんですけれども、この辺のフィンがもう見どころでございます。すごくですね、小さなエアロフィンがいろいろついてるんですけれども、このエアロフィンが全てですね、イエローに塗装されているというところで、このフィンの存在感っていうのがすごく引き立つんですよね。そして後で言いますけれども、この辺とのマッチングも最高です。結構低いので、今回ずっとしゃがんでるんですけれども、この瞳もですね、この世代になって、すごく A クラスの表情が変わった部分だと思います。この目になる前から好きだったんですが、この目になってからですね、余計にその A クラスが、そのボンネットが薄くなったような感じがして、非常にですね、印象がシャープになりました。前の台までね、ちょっとぽってりした感じがあって、それもそれですごく可愛かったんですけれども、この瞳がものすごく印象的なんですが、それがまたこのグリルと合わさって、そしてこの大きな開口のエアロと合わさると、さらにですね、こう目がすごく流し目というかね、キリっていう感じですよね。はい、そして今回ご紹介するこの車、グリーンヘルマグノという特別塗装色が入っております。これもですね、優勝色ではあるんですけれども、これ本国設定の色で残念ながら日本限定50台、すでに完売をしております。ね、ちょっと残念なんですけれども、このグリーンヘルというのは、モータースポーツマニアなら誰でも知ってる。そう、ニュルブルクリンクのことをグリーンヘルって言うんですよね。緑の地獄っていうことで、非常に危険なサーキットっていうことを表すんですけれども、そこでのパフォーマンスということでですね、このグリーンヘルマグノというね、色が採用されました。グリーンのマットで非常に綺麗なんですけれども、これのグレーのマットのバージョンはですね、まだあるかもしれませんので、皆さんぜひですね、お早めにお買い求めください。ちなみに今回ですね、200台、日本で200台限定ということでですね、こちらの50台は完売、他の150台の内訳はこうなってますけれども、そちらもですね、ちょっと早めに問い合わせてねということです。さあ、このファイナルエディションならではの塗装といたしまして、先ほどからちょいちょいと映っているですね、この黄色のラインっていうのがありますよね。このデカールというか、このペイントが入っているというのと、このデカールが入りましたという感じで、このですね、黒とその黄色のペイント、それからこのですね、AMG のこのエンブレムっていうのがそのファイナルエディションの特徴なんですけれども、この黄色がですね、結構どの色にも合います。あと2色ありますけれども、この2色どれに乗せてもですね、かなりエッチーな感じになりますので、ここはですね、お好みであと2色を選んでいただきたいですし、このグリーンヘル、ラッキーにも購入された方はですね、この色合いとっても素敵だと思います。ちなみにこのペイントもただ塗ってるよっていうだけではなくて、実はですね、このグリルの中はちゃんとパナメルカーナになっているんですよね。ですからパナメリカーナっていうね、この縦のフィン、縦のこの装飾、縦のこのエッジのところにですね、真ん中に黒い線が入ってるんですけども、それがちゃんとこのグリルの中に関しては黄色いペイントのところも再現されているというところがですね、さすが高級車といった印象がありますよね。はい、そしてここに
これAMG っていうのは創業者の頭文字ですけれども、そのルーツを示すですね、エンブレムも大きく、そして小さく入っているという感じです。めちゃくちゃかっこいいですし、迫力すごいありますよね。そしてこのメルセデスのですね、マットの塗装なんですけれども、実はですね、マットっぽく見えてマットじゃなくて、なんとですね、これ洗車機いけちゃうんです。ということでですね、マットの、色の車は手入れが難しいと思っている方、メルセデスのこの塗装はですね、実は洗車機 OK ということを覚えておいてください。実はですね、私も、A180 なんですけれども、特別塗装色のマットグレーに乗ってました。で、それはですね、ファーストエディションだったんですけれども、その車もガンガン洗車機入れてましたけれども、全然傷つかない。やっぱりね、メルセデスって塗装がすごくいいので、分厚くてすごくいいので、非常にですね、タフネスっていうところをですね、この塗装に求められるっていうところも、メルセデスの大きな魅力だと私は思います。AMG なので、さらにですね、この A クラス初設定のグリーンヘルマグノね、こちらが入ったというのもですね、ファイナルエディションの特徴だと思います。さあ、それではサイドビューです。A クラスのボディサイズはですね、コンパクトとはいえ結構ワイドなんですよね。で、前後もですね、割と伸びやかです。ですから、コンパクトセグメントにはありますけれども、後ろの座席もですね、十分に居住性の高いシートになってます。ただですね、背が結構低いですので、乗り込みの際にはですね、ちょっとクーペっぽい感じで、こうね、よっこいしょっていう感じで乗り込まなければいけないという感じがありますけれども、とにかくデザインがすごく美しいです。はい、非常に特徴的なのが、この非常に張り出したフェンダーを前後ともに持っているっていうことなんですよね。で、これによって、この A クラスというのはスポーツコンパクトハッチっていう風にですね、位置づけられてますけれども、そう、スポーツっていうのがつくんですよ。だからこの張り出したフェンダーのおかげでですね、割とこうしっかりとですね、接地感のあるスポーティーな姿をですね、表してるんですね。はい、このファイナルエディションに関しましては、このね、立派なデカールがたくさん散りばめられているっていうのがやっぱりすごく大きな見どころだと思います。45S、そして下の方にもですね、黄色いこのペイントというかデカールとね、ストライプと、それから黒いですね、ペイントというか、これもデカールなんですけれども、デカールが実現されていて、これがビターっと貼られることによってですね、めちゃくちゃ生意気ですよね。すごい目立つ。もう今回ですね、これ今日は100キロぐらい乗ってるんですけれども、この100キロの市場の間にですね、もう目立つ。すごくですね、こう並走もされましたし、こうじろじろ見られるっていうね、パッと見てのかっこよさっていうのがこのファイナルエディションのね、威張りポイントかなと思います。このデカールなんですけれども、結構ですね、いろんなところに細かく配されているのが特徴かなと思います。細かいパーツがね、いっぱいあるんですよね。ここにもすごくこうね、中空に抜かれて、中抜かれてですね、しっかりとこうね、リズミカルな模様になっているっていうのもあると思いますし、あとリアのところにもですね、ここにも小さなパーツですけれども、ちゃんとこう泥のね、こう羽というか、この疾走感みたいのを表すように、このような小さなデカールもあります。あとですね、やっぱりこの AMG らしいところといえば、この大きなですね、リアのスポイラーだと思うんですけれども、このウィングのところにもですね、ちゃんとデカールが細かく入っております。あと実はですね、こうルーフの方がこのファイナルエディションに関してはですね、ガラスルーフが入ってるんですけれども、このガラスルーフの後ろにもね、ちゃんと大きなデカールが入っていて、前から連続した模様みたいになっているのがすごくかっこいいですよね。はい、ちなみにこちらライトなんですけれども、ちゃんとマトリックスライトが入っておりますので、非常に高性能なライトです。結構ですね、ユニットとしては細いものになってるんですけれども、もちろんサイドも高いですし、あとですね、前車が来た時に自動的にですね、ローライトになったりとかして、機能としても素晴らしいです。はい、ちょっとただね、ただこのライトの中が綺麗というね、高級車ってこのライトの美しさってやっぱりお金払う価値のあるものかなっていうふうにも思います。あと個人的にめちゃくちゃ好きなんですけれども、この目頭の石灰ラインで、これがすごい綺麗なんですよ。だからここがすごく隆起的に、立体的に見えるっていうポイントでもあって、非常にですね、こうライトが、こう目のようにね見えるっていう細工のところだと思います。ここがすごく綺麗です。はい、ちなみにこうやって前から後ろまで見てみると、ショルダーラインのところのですね、プレスラインも非常に美しいですよね。で、これによって、ペイントがですね、ちょっと色が変わったかのような、この面のところ見てください。今ね、このドアノブのところです。あと、ちょっと下に来ると、これがちょっと可変していく、ね、光ってるところが可変していくっていうですね、非常に美しい、その塗装の美しさっていうのをね、このプレスラインと、それからこのドアの面、
で、表現しているというところですね。これ A クラスのすごく好きなところです。さて、それではですね、タイヤとホイールです。こちらですね、パイロットスポーツ 4S が装着されている、この足回りなんですけれども、やはりですね、印象的なのが、このマットの黒のですね、ホイールですよね。それに黄色いペイントを組み合わせて AMG のロゴが入っているという、かなりですね、かなり目立つ、かなりですね、スポーティーな、かなり言い過ぎましたけれども、すごく印象的なホイールが入っています。で、エンブレムもですね、中のキャップのところに入ってるんですけれども、このエンブレムは黒に抑えられていて、メリハリというかね、わびさびみたいな感じで、非常にですね、かっこいい、ね、目立たせるところはすごく目立たせているというような感じだと思います。あとキャリパーにもですね MG の文字が入っていて、ここもすごくですねかっこいいところ。はい。で、ムシュランのですねこのパイロットスポーツ 4S は19インチになっております。245の35の19インチということで、かなりですね扁平の薄いものなんですけれども、見た目通りのパフォーマンスが出てますので、これは試乗編をご期待ください。はい、それではリアビューです。リアビューやっぱりですね、一番特徴的なのはこのさっきもねちょっと出しちゃいましたけれども、このリアのスポイラーというかね、このリアのウイングだと思いますけれども、このウイングのおかげでですね、かなり速度出した時になるんですけれども、それは試乗編でお話ししていこうかなと思います。スタイリングに関してはですね、後ろも非常にこのファイナルエディションらしい個性がギュッと凝縮されております。はい、ウイングの形状です。どんどんね、最近ウイングが小さくなっていて、リアのスポイラーとかもですね、この辺のリップにちょっとついてたりとかするだけみたいなのも多いんですけれども、やっぱりこういうのが入ってると、コンパクトスポーツみたいなですね、スポーツコンパクトみたいな感じの良さっていうのをすごく感じるんですよね。ルックス的にも。ね、効果はさておきですよ。絶対あるに決まってるんですけれども、効果はさておき、やっぱり見た目だけでテンションが上がる。ね。やっぱりA45 ってこうじゃないとねっていう感じがします。はい、形状としてはですね、こんな感じになってます。浮いてます。はい。で、非常にですね、この、大きなユニットになっていて、はい、上がフラットになっているというような感じなんですよね。はい、ちなみにですね、この A クラスのライトなんですけれども、リアライトも非常に凝ってます。中がですね、とても立体的になっていて、これだけでもう見どころがすごくあるというような感じなんですよね。で、最近ね、プレミアム勢、欧州のプレミアム勢はリアライトがすごく豪華になっているので、注目していただきたいんですが、この A クラスとて例外ではなく、非常に綺麗ですね。どんだけ綺麗かというと、こんな感じ。ね、すっごい凝ってますよね。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。はい、そしてこの下の方こそもう見どころ満載なんですけれども、このディフューザー形状がめちゃくちゃ凝ってる。めちゃくちゃ立体的で、すごく奥が深いんですよね。で、こういうスポーツコンパクト系って、やっぱりですね、やっぱりこうスポーツモデルってリアの見どころっていうのがすごく魅力として大きいと思うんですけれども、ちょっと大きな輪止めだと怖いんじゃないかなと思うぐらいめちゃくちゃ下回りがかっこいいです。マフラーはですね、上に AMG の刻印が入りました。はい、テールパイプ4本出してございます。めちゃくちゃかっこいいです。見えますか？すっごいね、すごく立体的なんですよね。ここにもですねエアロパーツあるんですけれども、ここはねどちらかというと多少はあるのかなとは思いますけれども、こう抜けてきた空気をこの中からどうこうっていう感じじゃなくて、これねちょっとはめ殺しになっているので、中からどうこうっていうよりはこう流すものかなっていう感じがしますね。はい、そしてエンブレムはですね、こちらとこちらに入っているという結構ねささやかな感じになりますけれども、全体的なですね見た目のデザインにインパクトがありすぎるので、ロゴこれぐらいでいいのかなっていう感じもします。この辺は引き算の美学みたいな感じでしょうか。はい、それではですねそのままラゲッジ開けてみますね。はい、1200万の車でも手動です。A クラスだから1200万なのに手動かっていう感じはしますけれども、でも実際これは使いやすいサイズではあるんですよね。ちょっと分かりやすいか分かりにくいか分からないんですけど、私のカバン入れてみます。これはですね、私の MacBook Air とか、それから、パソコン含む、日用品が入ったカバンですけれども、こんな感じです。はい、ゴルフバッグ全然横に入らないです。ちょっとえぐってますけれども全然入らないです。なので前のシートを倒す必要があるんですけれども、前のシートを倒すとですね居住性は意外と高いです。私この車ですごい山登りとかめちゃくちゃ行きましたけれども、意外と荷物入ります。長物以外は。ちょっとせっかくなのでシートを倒してみたいと思いますが、私はこのシートを倒していろんなところに行きましたが、
シートの倒すアレンジも肩のところのレバーを引いて倒すだけなので非常に簡単ですし、フルフラットにはならないんですけれども、結構ですね荷物をざっと入れて引き出すっていう作業がそんなに煩雑ではなかったです。はい、それではですねインテリア行きたいと思います。このドアの開け音も大好きです。これはAMG もメルセデスも両方とも共通してるんですけれども、もうドア開ける時から重厚っていうね気分いいですよね。はい、というわけでドアパネルなんですけれども、ドアパネルからもそれからそのスカーフからも見て取れるようにですねアクセントカラーのイエローがですねしっかりと効いている感じになります。なのでこういうところとかにも黄色のステッチが入ったり、こういうところにねピンストライプが入ったりとか、あとですねこの柄なんですけれども、これもですねいろんなところに入っていて、ちょっとねチェッカーフラッグをアレンジしたような、あそこですよ、ここにも入ってて、ここにも入っているっていうですね、はい、今回の共通したモチーフが入っております。はい、で窓のユニットなんかはですねA180 と同じですね。でここにアルカンターラというかねバックスキンが入っていて、でちょっとマットなですねシルバーの装飾で、ドアハンドルになっていて、また、おなじみのですねシートのこのアジャスターになっているというような感じです。はい、でこのスカーフのところにもですね AMG という文字と、それからその共通したモチーフが入っていて、チェッカーフラッグレーシングみたいなことを感じさせるというようなイメージですね。でシートがすごいんですけど、このシートこそですねこの特別なステッチが入っている、45S っていうのが入っていて、ファイナルエディション特別なものになっています。でスポーツシートが AMG のスポーツシートが入ってるんですけれども、これの座り心地なんかはですね試乗編でお話ししていこうかなと思います。でここにも黄色いねステッチが入って、でこういうレザーが入っていて、これもしっかりとくびれっていうかねこの立体感っていうのを表していて、とってもかっこいいですよね。はい、見応えがめちゃくちゃあるコックピットになっております。それでは座ってみます。さあという感じでですね運転席こんな感じになっております。非常に A180 とか他のモデルと、共通しているものが多いです。ほぼそうだと言っても過言ではないですね。この辺はもう特にそうですね。なんですけれども大きく違うところがこのハンドルの径と、それから K っていうのはこっちの K じゃなくてこっちのねこの握りのところですね、ここの太さが違うっていうのと、それからAMG っていうね装飾と、それから先ほどのおなじみのモチーフが入りましたパネルが入っているっていうような感じですね。あとのこういうベントのところとか、それからこの操作桿のところとか、こういうのは同じで、ドリンクホルダーも、こんな感じで入れられるというようなちょっと生々しいお金入ってましたね。こういうですねドリンクホルダーと、それから向こうにはですね非接触の充電があって、でタイプ C のですねコネクターもあるというようなイメージです。で私の乗っていた A180 はですね前期型でしたので、ここにですね操作のユニットがあって、コマンド系がここにあってですね、こういう感じじゃなかったんですけれども、後期型からはですね価格のことなのかそれともやっぱりねハーネス、それから半導体不足っていう時期を超えてしまったので、ここに一つ操作系をなくしたのか、ちょっといろいろ時期的によくわからないんですけれども、ここはトレイになってしまいました。微妙なサイズなので、携帯はここに置くでしょうし、これ何を置くんだろうっていう感じはするんですけれども、ここはファイナルエディションA クラスも B クラスも最後って言われているので、ここ寂しいところではありますが、こんな感じになりましたというようなイメージですね。それではスターターをしていきたいと思います。という感じで、先ほどちょっとね取り回しをしたので指導画面がなく、そのままですね普通に立ち上がってしまいましたけれども、通常であればですね AMG の指導画面がふわっと立ち上がってきて、それも非常にかっこいいなというような感じです。で今回ですねこの A クラスMBUX が搭載に、新世代の MBUX が搭載になりまして、こちらもですね新型の、S クラス E クラスなどに引っ張られて中身が最新になっているよっていうのがいいところかなと思います。ちなみにこのナビゲーションなんですけれども、ナビゲーションはですねAR ナビに対応していて、ここも非常に精度が上がりましたし、またですねこの MBUX の音声認識も左右で運転席とそれから助手席でこの音声を認識してくれるというようなものになっておりますので、非常に使い勝手もいいんじゃないかなと思います。ですからさっき言ったこととちょっとつながってるんですが、ここの音声認識と機能が上がったことによって、このコマンドがいらなくなったよっていう解釈
なんですよね、きっと。なんですけれども、ちょっと個人的にはここ寂しくなったなっていうね、はい、そのちょっと元オーナーとして一つね、ちょっと寂しいポイントなんですけれども、はい、とにかくですね、ここの使い勝手非常に上がりました。あともう一つちょっと自分的に残念なポイントがここのフィンなんですよね。でこれが非常にメルセデスは使いやすくて、こっちの操作はあれで、こっちの操作はこっちのメーターっていう感じで、その操作が右と左で振り分けられて非常に使いやすくはあるんですが、これの静電のタッチがですねちょっと良くなくなったんですよね、一時期に比べると。でこれがちょっと自分的には昔はもっとスッスッと使えた感じの静電だったので、ちょっとセンサー類が変わったのかサプライヤーが変わったのかわからないんですけど、その辺はちょっとねメルセデス発表しないのでわからないんですけれども、ちょっとだけ操作性が下がったなっていうのが実際の問題のちょっと不満ポイントなんですけれども、オーナーさんはですねそれも含めて慣れていくと思いますけれども、パッと雪吊りで乗るとここちょっと使いにくくなったよというような感じです。はい、でさっきも言いましたけれども、こっちはこっちなんですよね。なのでこれで、はい、こんな風にメーターとかを触っていけるというような感じで、これはもうこのギミックは私もこれ触るの大好きで、日によって変えたりとかしちゃうんですけれども、これはね本当にねどれも楽しいので、ぜひねオーナーさんは、はい、いろいろと触ってもらいたいなというふうにも思います。ナビゲーションするとこういうふうに全部ねナビゲーションになったりもします。でこれをピョインって上に上げると、これ実は何かというとですね、ヘッドアップディスプレイの表示を変えられるんですね。で今ちょっと明るくてあんまり見えないんですけども、この先にですね、ここに見えるかな、ヘッドアップディスプレイが出ていて、これだけのバリエーションがあるんですよ。はい、なのでシンプルにしたりとか、これヘッドアップディスプレイ自体をオンオフにしたりとかするのもここでできますし、でこれはヘッドアップディスプレイのね上下ですね、でこの結構な上まで上がったり下まで下げたりとかできるので、ドラポジに合わせてですねここの設定もできますよというようなのも片手でできる、すごく簡単です。であとはもう柄を変えたりね、中のインフォメーションを変えたりとかいうのもできるというような感じなんです。だからインフォメーションが2戸建てになっているので非常に分かりやすいというような利点もあると思います。でそもそもですね、さっき言いましたけれども AMG のこのグリップ太いです。でもうちょっとですね、普通の A クラスはですねもうちょっと細めのものがついているので、しっかりと握り感があるっていうのも AMG らしい特徴かなと思います。パドルシフトあります。はい、アップダウンってちゃんと書いてありますね。はい、こちらでちょっとメタルっぽい感じのパドルシフトを使っていけるというようなイメージです。はい、今回8速のですねデュアルクラッチが AMG に関してはついてますので、非常に運転感もいいというのもぜひ試乗編をお楽しみにしてください。でそれからこれですね、もう AMG といえばこれなんですけれども、走行のモードをですねこの手元で変えられる。もう音変わりましたね。今ですねこのスポーツプラス、それからスポーツにするともういきなりですね、特にスポーツプラスにするともう振動というかこのエキゾーストがもうすでに変わっているのが音で聞こえるんですけれども、ウィーンみたいな感じでちょっと高めのサウンドになります。でプロっていうモードがさらにあるんですけれども、それとスポーツプラスは音が変わらず、スポーツはちょっと音が低くなる。でその下にコンフォートがあって、コンフォートだとですね積極的にアイドリングストップをしていきますし、出力が穏やかになりますので一般道でも扱いやすい感じになるよと。でこれお好みなんですけれども、例えば、パワートレーンはスポーツにしてとか、ダンパーはコンフォートにしてとか、そういうことができると。でそれをどこで見れるかというと、実はここくるくるするともう映ってると思いますけれども、こんな感じでですね真ん中のディスプレイが表示されますので、ここでまた細かい設定もしていけるよというような感じなんですね。でもう一つこのくるくるがあって、このくるくるのこっち側ではですねトラクションのオフであったりとか、あとマフラーですね、これテールパイプのセッティングを変えられるんですけども、これはくるくるしないで、ここですね、ここにスイッチがあるので、ほら今音変わりましたよね。このスポーツエキゾーストに、切り替えたりとかだけすることができます。だからコンフォートなのに、例えばですねこれコンフォートなのにスポーツエキゾーストにしたりとか、そういうこともできるっていうね。でこれは横滑り防止のオフですね、トラクションコントロールのオフをできるよと、ハンドリングモードにできるよというような感じです。でこれもいちいちメーターに出ますので非常に優しいです。エキゾーストだけは出ないけど、エキゾーストはこっちで出ますね。はい、でこの安全に関するところはちゃんと、はい、メーターに出るので
パッと当たっちゃっても安心してくださいねというような感じです。はい、でこのフィン自体はですね、E クラスの後期以降ですね、今の新型の前の E クラスの後期以降、このフィン日本フィンになりましたけれども、 AMG はその日本フィンになっているっていうのをこれも継承しています。バタフライ式のグローブボックスの中にもですね、USB のタイプ C が2つあるので、ガジェットがいっぱいあっても安心だよというような感じです。はい、それではリアシートを見ていきたいと思います。はい、リアはですね、ドアパネルかなり簡素ですけれども、ちゃんとここもバックスキンになっていて、見た目にちゃんと高級感っていうのが担保されているのが素敵なところかなと思います。ちなみにこのリアの乗り込みなんですけれども、意外とタイトです。ここをねガバッとえぐってあるんですけれども、やっぱりフェンダーが盛り上がっているので、乗り込み口足元が特に窮屈かなっていうような印象は否めないですね。ここもちょっとねカーブしてますし、まっすぐ乗り込むっていう感じが視覚的にちょっとタイトな感じに見えると思います。実際にドラポジに合わせるとでも実はこれぐらい足元に余裕があるので、乗り込める、容易には乗り込めたりはします。はい、実際に乗り込んでみるとですね、実は膝前がめちゃくちゃあるんですよね。しっかりと意外とちゃんとシートバッグもえぐられていて、しかもこれですね、樹脂のシェル、樹脂カーボン、まさか樹脂ですね、樹脂のシェルになっているので、すっごいスマートな印象です。ものすごくスタイリッシュで、ここにですね穴が開いていて、ここもシート、スポーツシートとしての機能っていうのをですね視覚的に感じさせる部分でもあります。すごい綺麗じゃないですかね。美しいですよね。このシートのユニット自体がもう本当に見どころたっぷり、うっとりしちゃう感じです。でちゃんと後ろのエアコンもですねそのゾーンとしてちゃんと設定されているというのも綺麗ですし、はい、これもぐるぐると好きな角度とかに変えられるし、オンもオフもできると。で下にですね USB、1個ですけれどもありますというような感じです。で後ろのシートもですね前のシートに倣ってですねしっかりとスポーツシート形状に設計されているので、ここもね見た目綺麗ですよね。で真ん中にちゃんと肘置きがあると思いきや、なんとここに乗りホルダーも隠されているというような感じです。なので後ろにね日常的に座る車じゃないと思われつつですね、実は後ろも居住性が高いというような高級車としてのしつらいも素晴らしい。はい、実際に乗ってみるとこんな感じです。どうでしょうかね、結構広くないですか？外見で見るとそんなに広く見えないかもしれないんですけれども、室内に体を入れてみると、こんなにゆとりあるのみたいな、私も後ろに乗ることほとんどなかったんですけれども、それでもですね例えば現場に行って休憩の時とか後ろに乗ったりとかよくしてたんですけれども、落ち着くんですよね割と。でショルダーが高いです。最近のメルセデスは全部結構包み込まれるような、結構お風呂にチャポンってね首まで使ったそれぐらいのショルダーラインになってるんですけれども、結構ですねその包み込まれ感があるので、閉塞感と言えなくもないんですけれども、窓もねちっちゃいですしなんですけれども、座ると空間的にはすごくゆとりがあるんですよね。だから割と落ち着くというか、しっかりと体を守られているっていう感じはあると思います。でシートベルトもこんな感じなので、見えます？はい、結構ですねシートも硬いのは硬いんですけれども、その硬さが嫌じゃないというかね、体が沈み込みすぎないので、私はすごくこれのシートが好きで、リアシートずっとねこれで例えば400キロ500キロ旅に出るっていうのもできるんですけど、全然できそうなんですけれども、日常使いとしては十分かなと。リアルにこれがファーストカーになっても問題はないんじゃないかなと。で問題があるとすると一つあるんですけれども、それは試乗編でもお話ししていこうかなと思います。とにかくすごく落ち着きのいいですね、もう大好きなシートです。車買ったら白山50、誰でも簡単施工できます。はい、というわけで今日はこちらメルセデス AMG の A45S フォーマティックプラスファイナルエディション内外装と使い勝手お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか？残念ながらねこの色は完売してしまっているんですけれども、色がそれぞれ違うものがですね用意されている日本1000倍カラーもあるということなんですけれどもね、時間の問題だという話なので、ぜひですね欲しい方は急いで予約をしていただきたいと思います。それでは今日最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。